こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や食と健康、そういったことに関していろんなお話をさせていただいております。チャンネル登録がまだの方は先に登録しておいていただけますと他の関連動画も見やすいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。で今回はですね、油のお話のまた続きをやっていきたいと思います。これちょっとシリーズでやってまして、今4回目か5回目ぐらいなので、再生リストっていうのに入れてますので、そこからこう辿っていっていただけると1回目から順番に見ていくことができると思います。で途中から見ていただいてもですね、分かる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、今日はですね、油のこの製造方法についてお話をしようと思います。これまでにですね、油っていうのはすごく人間の体にとって重要なものなので、正しい油、いい油を選んだ方がいいですよということを言ってきたわけなんですけども、じゃあ実際どういう油を選んだらいいのかというところで、油を選ぶときに一番重要なのはこの製造方法なんですね。原料とかも、もちろん重要なんですけども、製造方法がどういった製造方法で作られているのかっていうのを見るっていうことが重要になってきます。で、大きく分けて製造方法って2種類ありまして、一つがこの圧搾法というもので、もう一つが溶剤抽出法というものですね。この2つの方法が大まかな分類になります。で、伝統的な、本来の製法っていうのがこちらですよね。圧搾法というものです。本来植物油っていうのはですね、じっくりと時間をかけてゆっくりゆっくりと絞られるものです。この、絞る、圧力をかけて絞るっていうことを、します。そういった、作り方をするのが伝統的な製法になるわけなんですけども、例えば菜種油だったら、まずは原料の菜種ですよね。菜種を30分ぐらいかけてじっくりじっくりですね、焙煎します。で焙煎して、焙煎した後、その後糖味っていうですね、ふるいみたいなものにかけて、菜種以外の不純物を取り除きます。そしてその後圧搾機っていうですね、機械にかけて、油をじっくりじっくり時間をかけて絞り出すということを行います。でさらにですね、絞った油を和紙とか、そういったものを使ってゆっくりゆっくりこしていくという作業を、するんですね。大まかに言うとこういう流れで、菜種油とかは作られているわけなんですけども、そういったシード系の油っていうのは大体ですね、伝統的な製法、圧搾法であればそういった工程を、経てですね、結構長い時間をかけて、丁寧に丁寧に絞られていくということが、行われるわけなんですね。食用油っていうのは、そういった過程を経て作られています。で菜種油以外でもこの原料によってちょっとこの製法とかが異なってくるんですけども、大体は同じようなやり方ですね。同じような工程を経て時間をかけて圧搾機を使ってゆっくりゆっくり絞られていくっていうのが伝統的な製法ということになります。それを圧搾法というわけですね。でこういった製法が伝統的な製法、本来のやり方なわけなんですけれども、やはりこの製法だとすごく時間がかかります。で時間がかかるイコール、コストもかかってくるということなので、こういった伝統的な製法の油っていうのはお値段的にはどうしても高くなるという傾向があります。でやはりですね、こういった時間がかかる方法で、少ししか生産できないしお値段も高くなるっていうとですね、なかなか商売が成り立たないので、大手の製油会社っていうのはこっちの工業的な生産方法を選ぶことが大半なわけなんですね。それを溶剤抽出法というんですけれども、この方法はですね、アルカリ液とか、あとはヘキサンというですね、ヘキサンで聞いたことがある方も多いと思うんですけども、こういった、ヘキサンなんかの化学溶剤を、使って
油を抽出します。抽出と言ってもですね、この圧搾の時の絞り出すとは全然違って抽出なので、絞ってるわけじゃない、溶け出してる、溶かし出してるみたいなイメージですよね。そういった化学溶剤を使って油を抽出して、でその後、その化学溶剤使ったヘキサンなんかを取り除くために、高温加熱していくと、そういった工程をするのがこの溶剤抽出法というものなんですね。で、この溶剤抽出法っていうのを使うと、早く油を、溶かすことができますし、抽出することができますし、その元々の原料に含まれている油分のほぼ 100%、99% ぐらいを、抽出することができるわけなんですね。なのでものすごく効率がいい方法です。この圧搾法、伝統的な圧搾法に比べると工業生産で使われる溶剤抽出法っていうのはとても効率がいい方法なんですね。植物油を、低コストで大量生産できる、それがこの溶剤抽出法という、製法になります。なので大きく分けてこの2つの製法があります。で、今現在ですね、スーパーとかで売られている油のほとんどがこの溶剤抽出法というものを使っています。特別記載がなければ、ほぼほぼこの方法ですね。こっちの圧搾法で絞られている油に関してはやっぱりこだわってますよっていうことで、ちゃんと圧搾法で絞ってますよっていうことで、このパッケージとかにも圧搾法というふうに明記してあることが多いんですけども、反対にこの溶剤抽出法で、作られた油っていうのは、特にこの溶剤抽出法というふうに書いてあるわけではないので、何も書いてなかったら、だいたいこっちかなというところですね。で、大半の油、売られている大半の油がこの溶剤抽出法というのを使っているわけなんですけども、その溶剤抽出法は実はちょっと危険っていう部分があるわけなんですね。でそれが何かと言いますとですね、いろいろあるんですけれども、一番危険って言われているのがこのヘキサンですよね。溶剤抽出法で使う化学溶剤であるヘキサンです。このヘキサンっていう溶剤がですね、人間にとっては神経毒になるというふうに言われています。結構猛毒なんですよね。そういった毒が含まれている、なのでもちろんですね、ヘキサンっていう、化学溶剤を人間が直接取ってしまったら大変なことになるわけなので、もちろんこのヘキサン使って溶剤抽出するんだけれども、ちゃんと抽出した後にヘキサンを取り除くっていう工程はしています。もちろん取り除くんですけれども、ただですね、それでその取り除く工程をしたところで全部確実に 100% 取り除けるのかって言ったら、そこはちょっと微妙なところだというふうに言われているわけなんですね。なので残留している可能性もありますよということです。ヘキサンっていう人間にとってはすごく神経毒になるような物質がこういった製法で作られた油には少なからずごく少量だとしても残留している可能性があるわけなんですね。なのでそういった油を取っているとですね、一緒にこの有害な物質であるヘキサンも取ってしまっている可能性があるということなんですね。もちろんすごく少量残っているとしてもものすごく少量なので、その油を使ったから食べたからといってすぐに何か症状が出るとかそういうことはもちろんないんですけれども、そういった製法で作られた油をずっと毎日何年も何十年も取り続けていることによって、将来もしかしたらその残留物によって何かしらの健康被害が出るっていうことも懸念されますよね。なのでそういったところですね、ちょっと注意が必要ということになります。
でですね、あとやっぱりこういった工業的な生産をされている油というのは、いろんな過程で高温加熱していくことがたくさんあるんですね。高温加熱を繰り返します。で、特にこのヘキサンが残留しないようにヘキサンを取り除くっていう過程で、非常に高温加熱をしますので、それによってですねいろんな弊害が起こってきます。まずは、高温加熱することで基本的に油っていうのは変質しますよね。植物性の油というのは基本的に熱に弱いので、高温で加熱したらその油の構造自体が変質してしまうということがまずありますし、あとは栄養素、その中にもともと含まれている栄養素が損失するということもあります。で、さらにですね一番問題なのがこのトランス脂肪酸ですよね。前々回ぐらいの動画で取ってはいけない油という話をしましたが、そこに一番取ってはいけない油のところでトランス脂肪酸はダメですよというふうにお話をしたんですけども、そのトランス脂肪酸がですね実はこの油を作る工程、溶剤抽出法によって油を、製造する過程で実は発生してしまうということがあるんですね。高温加熱することによって、本来、持っているものが、出てきてしまうみたいなイメージですね。なので、これを発生してしまう、これ発生したものを通ってしまうという懸念もあります。いろいろな過程でですね、加熱して、ろ過して脱色してとか言って、やっていくうちに、だんだんこれが発生してくるということなんですね。なので、そこが、また2つ目の注意ポイントということですね。で、3つ目。酸化防止剤の添加ですね。これも、やはり酸化防止剤が添加されている油っていうのもあります。なんで酸化防止剤が添加されるかっていうとですね、やっぱり、こういう高温加熱とか処理をすることによってその油は非常に酸化しやすい状態になっています。で、もうその時点で酸化しているんですけども、それをさらに容器に詰めてですね販売していくっていうことになると、どんどん時間が経つにつれて酸化が進んでいってしまうので、それを少しでも遅らせるためにこういった酸化防止剤っていうのも、いわゆる添加物ですよね。そういった添加物も添加される場合があるということも懸念されます。こういった懸念事項があるので、この溶剤抽出法で作られた油っていうのは、なるべく避けたいなということがありますね。溶剤抽出法を使って生成された油、つまりスーパーとかに行ってペットボトルに大量にですねペットボトルに入っていて大量でしかも安く売られている油っていうのはほとんどがこの溶剤抽出法になりますので、高温処理を繰り返すことによって、こういったことが行われている、酸化しきっていて、でかつこのヘキサンなんかの化学溶剤が残留していて、でさらにこの酸化防止剤なんかの添加物が添加されている、しかもトランス脂肪酸も発生しちゃってるみたいな、トランス脂肪酸と化学物質がもういっぱい入ってるみたいな油になってしまっているというわけなんですね。なのでそういったところのこういったところですねの健康被害を避けたいというのであれば、やっぱりですねこの溶剤抽出法で作られた油ではなくて、この圧搾法、伝統的な製法で作られた油を選ぶのがいいんじゃないかといったところですね。で、圧搾法を選ぶっていうことが第一、優先な項目なんですけども、圧搾法は圧搾法でもさらにこの低温圧搾というのがありまして、こちらを選ぶのがベストですね。おすすめです。低温圧搾法のことを、コールドプレスとも言いますけれども、この方法がですねさらにいい方法なんですね。どういう方法かというと、この絞っていく中で温度調節を細かくして、さらにゆっくりじっくり絞っていくという方法なんですね。熱を加えることもなく、もちろんですね、ゆっくりと60度以下
で圧力をかけて絞っていく、そういったことをすることによって原材料のこの菜種なら菜種に含まれている栄養素の損失を少なくすることができます。で、そういった方法を取ることによって風味とか栄養面でも優れた油が作ることができるということなんですね。でもちろん圧搾法も熱を加えるってことはしないんですけども、やっぱり短時間でぐーってこの、圧搾機で絞っていくと、その摩擦の熱によって結構温度が上がったりしちゃうんですよね。でその温度が、上がらないようにさらに温度調節をしてやっていくっていうのがこの低温圧搾というものになります。なので、低温圧搾することによって栄養素の損失とかも防げますし、熱に弱い不飽和脂肪酸、これの変質を防ぐっていうこともできます。要は酸化しにくい状態によりですね持っていくことができるということなんですね。油っていうのは基本的に酸化しやすいものなので、特に植物性のこの不飽和脂肪酸っていう油ですねは酸化しやすいので、なるべく酸化していない状態で取りたい。なのでこういった製法のところでもこだわって酸化を防いでるってことが重要になるわけなんですね。なので、これが一番おすすめなわけなんですけども、やっぱりこの方法を取ると非常にですね、コスパが悪いということになってくるんですね。だいたいこの低温圧搾法で絞るとですね、原料の種から65% とか70% ぐらいしか絞れない。こっちの溶剤抽出法の場合は 99% 絞れるんですけども、こっちの方法でやると、65から 70% ぐらいしか絞れないということになりますので、非常にですね、時間がかかる、コストがかかる、でその割には少ししか絞れない。なので結果的に売られているお値段っていうのは高くなってきます。仕方がないということなんですね。なので、こういったいい油を選ぼうとすると、お値段はどうしても高くなります。なので、やっぱりいい油イコールお値段は高いと思った方がいいですね。そこは仕方がない。そこの、いい油を選びたいのであれば、少しですね、お値段が張るっていうのはもう、我慢するしかないということになってきます。どっちを選ぶかということですよね。ということで、製造方法っていうのが油を選ぶことに関して非常に重要になってくるというお話をしました。あとはですね、もちろん原材料も重要です。基本的に安く売られている油っていうのは原料も良くないものっていうのは、原料も良くないというか原料も安いものを使っているっていうのが多いですので、そういった原料っていうのは遺伝子組み換えのものであったりとか、あとは農薬が大量に使用されているものであったりとか、そういったことがありますので、なるべくですね原材料もはっきりしているものを選ぶということがいいですね。遺伝子組み換えじゃない菜種を使っていますっていうふうに書いてあるとか、国産の菜種を使っていますと書いてあるとか、そういったところですね。国産の菜種を使っている、低温圧搾法の菜種油を、買おうとすると、ものすごい高い値段になってはきますけれども、もうすごくいいものを選びたいっていうのであれば、そういったものを選んでいくといいということですね。ということで今日は、いい油の、基準となる、選び方のところで、製造方法が大事ですよというお話をしていきました。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。次回も油について、油の選び方についてですね、もう少し詳しくやっていきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。